長野県諏訪あたりでは有名な萩野屋の峠の釜飯。創業明治18年。創業明治18年言うたら何年なんやろ。もう100年以上かな。もっとないのか。はいはい。そこで、今夜の、釜飯ですわ。車の中でね、食べることを考えて漬物もついてるし、はいはい、2人分これを買ってきました。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はいはい、今日はね、山頂で、釜飯食べるんと、それと明日の予定と、そんなんでね、朝一から山に上がって、はいはい、楽しもうかな思ってね、おにぎりと、塩ラーメンのちいちゃいやつと、それとワンタンの、麺なしね、それ持って上がったんですけども、ホワイトアウトいうんかな。何も見えず、まあまあね、晴れることを祈ってコーヒーとか飲んでね、1時間ぐらいおったんですけども、結局無理やったんかな。それとね、上がる途中に、これ、はい、ちょっとね人だかりがあったんで頭上げへんからね、何かよう分かれへんけども、はい、あちこちからヌートリアやとかね、ウリボウやとか、これはタヌキやハクビシンやってね、この方からはビーバーやってね、ビーバーは山にはおらんやろとか、はいはい、そんなんでね、結局ね、ムジナ、昔で言うムジナで調べたらニホンアナグマっていうことが分かりました。まあね、この辺りは鹿もいてたり、イヌワシもいてたりってね、結構ね有名なとこで、おばあちゃんが面倒を見てるんじゃないか。そう、山本山のおばあちゃんっていう名前の愛称のわしなんですよ。それがね、長浜はね、有名なんです。ちょうどね、朝測った時はこの辺りね、21度、車の中でも23度ぐらい。はい、そんなんでね、まあ晴れてるうちにご飯食べようかいうことで、ご飯の準備してたんですけども、その割に諏訪湖が見えへんな。なんか怪しいな、どっかで見たとこみたいやな、これ伊吹山ちゃうとか。はいはい、おかしい思ってませんでした？はいはい、正解言うと、実はね、これ伊吹山のドライブウェイの山頂駐車場。はい、ちょうどね、9月に特別になんかね、8月は天気悪かったんで、車中泊が中止になったりしてたんでね、その分9月にちょっと、特別に車中泊 OK いうことで、情報入ったりかネットに載ってたんでね、ほんで来たんですけども、その時に8月の3日から5日ぐらいちょっとね、白馬とか善光寺さんとかね、諏訪湖とか行って、でこのかまどのね、はい、お弁当買って、でその器を持って帰ったんですけども、まあどうせならね、そのまますき焼きでご飯食うよりもちょっとかまどに入れた方がうまいんちゃうか言うてね、はいはい、いつもねそんなことばっかり考えてるんですけども、それでね、はい、炊飯器でご飯炊いて、炊き込みご飯用の具じゃなくて、なんかね、ご飯炊いてから上に混ぜるやつがあったんで、いちご2袋入ってるやつがね、100円切ってたんかな。でそれ1合だけ持ってきて、ご飯1合炊いて、でそれを、こんな感じで、混ぜたら混ぜご飯みたいな、炊き込みご飯みたいなね、そんなんになるんで、で蒸らしの間に、肉炒めて、でできたら盛り付ける。はいはい、そんなことをしました。はいはい、冒頭ではね、諏訪湖に来てますとかね、峠の峠の釜飯食ってますってね、はいはい、薄いてましたけど、まあまあね、いつまでたってもこういったことしてね、遊んでる遊び心が満載いうかね、
はい、それとあれ洗い物もねここではできないんで持って帰ってからねするしかないんでね、なるべく食器も少なくということで、はいはい、考えたんですけども、それとこの前ね諏訪湖で食べた時のその東洋の釜飯のホームページとか見ながら何入ってたんやろう思ったらね、たけのことか厚揚げとかね、そんなん入ってたんやけども、そんなんがなかったんとちょっと高かったんで、それと厚揚げなんかね味もしゅめへんし、はいはい、ちょっとねせやから具だくさんいうねそういう感じではなってないかな、もうちょっとあったらよかったなとかね後になって思ってるんですけども、まあまあこの煮卵は嫁が作ってくれたんで、はい、醤油麹でねつけた煮卵ですわ。今回はね朝一にここに来たんですけども、やっぱねいい場所、景色のいいとこに泊めたかったんでね、はいはい、止めたんですけども、朝からね、初っ端からじじいさんですかってね、いろんな方から声かけてもらって、キャラバンの人とか、それとかジムニーの女の人一人の人とか、ノアのね、夫婦の人とか、それとか、ハイエースのね、ハイエースの方はね、なんか朝ね、インスタで今の温度はこれぐらいやいうのを見て、わざわざね、来てくれはって、で話してたら何か北海道のクチャロコで隣にいてたもんですって、あの人ってね、はいはい、そんなんでねわざわざ来てくれはったんと、それとかあとね、僕が小学校の時、通ってた小学校の向かいぐらいにねお寺があったんですけども、そこのお寺の今住職してますって、ってもう60年ぐらい前の話ないけど、そこのお寺の人とか、まあその人は2代目3代目がね結構若い人やってんけども、はいはい、いろいろね話しているうちにそろそろね盛り付けやいう時に草津一番最初ね声かけてくれはった人がビール飲んでくださいってねビールいただいたんですけども、ちょうどねいいタイミングで近い入れんかった。いただきました。はい、いただきました。はい、乾杯。もうたビールはうまい。鼻痛い。鼻痛い。はいはい、飲む前からうまい言うてますわ。泡がめっちゃ美味しい。いただきます。濃い方あげようか。それとこの景色のいい方なんですけども、後ろでねちょっと引っ張り出して食事とかできるスポットなんですけども、そっちの方はねちょっとずーっと斜めってたんで、タイヤの下に入れるやつね、10センチぐらいの厚みのやつをタイヤの下に引いた方がね、寝るときはねやっぱね斜めは寝にくいし、それとテーブル出しても調理器具がね滑るんでね、はい、来られる時は持ってきてください。木かなんかでね作った絵だけで、それとこれ、それと登山なんかでもずっとね一緒に行動してた夫婦の方からねいただいたフナンシェ、はい、それもね食後のおやつで食いました。はい、それとね、この時期いうか、車中泊 OK の時は、駐車場でイベント、星観察を、開催してくれるんですわ。その時に、天体展望鏡、じゃ、天体望遠鏡か。はいはい。それもね、設置してくれはるんで、みんなね、見てくださいよってね、言ってくれはるんやけども、今回はねやっぱねずーっと霧で夜からもっと悪なるいうことで、そのイベントは中止やったんですけども、いっぱいね皆さんと話してたんで全然退屈することもなく、はいはい、楽しい時間が過ごせました。
それと教えてもらったんやけども、霧とかね、そういうとこは携帯のアンテナが立ちにくい、はいはい、そういうことも教えてもらいました。それとね、駐車場のおトイレがあるとこ、あそこはバリバリねアンテナが立つんで、そっちの方に行ったらいいんやけども、ちょっとねやっぱ霧やったら、はい、アンテナが少なかったです。おはようございます。朝日いうかね、タイムラプを撮りたかったんで、5時ぐらいに起きたら、ジムニの、はいはい、女性の方がね、もう来てはって、飽きませんねとか言いながら話してたんやけども、結局ね、すぐまた車に入って、もう霧で朝日どころか、いつ開けたんかいうぐらい真っ白やったんでね、結局、あと1時間ぐらい、2時間ぐらいに入ったんかな。ほんで朝飯ですわ。朝飯作った時も表にね、しょぼ雨も降ってきて、これあかんないうことで、はい、車内で料理してますわ。いつもね、目玉焼きとかするんやけども、もうなるべく洗い物をね少なくしたいんで、ワンプレートいうかね、はい、この中で済ますかいうことで、今回はエビとドライトマト、はい、ドライトマトは家で採れた、トマトを、ドライにしてねしてたんと、それと、バジルのソース、それも嫁が作ってくれて、でこの卵は嫁が産んでくれた卵ですわはい、それでね、バケットで上に乗せて、でコーヒーと、はい、こんな感じで食べました。はい、これがねめっちゃくちゃうまかって、上にねちょっとパラパラ乗ってんのがフライドオニオン、はいはい、それもねパラッと振ってますわ。でバジルの葉っぱね、バジルペーストと一応バジルの葉っぱ、はい、そういう感じですわ。結局ねこれ2切れぐらい、2切れずつぐらい食べたんかな。でコーヒーは捨てられる紙コップにしました。はい、そんなんでねもっぺん山って思ったんですけども、結局ね全然上がれなかったんで、はい、10時前に次の予定もあることやしね、はい、皆さんに挨拶を済ませて、はい、下山することにしました。続いては山頂から降りていって1時間ちょっとぐらいで行けるお千代坊稲荷神社いうとこ、はい、そこでね、お参りしてお供えしてお稲荷さんね、でここ、これ玉園かな、はいはい、ここでね店の中に入ってお目当ての串カツ、それと生ビール、もちろんねビールはおばあちゃんだけ飲みました。これは昨年上がった時のねプチ登山で、50分ぐらいかけて上がって1時間ぐらい上で遊んで、で20分ぐらいで下に降りるんかな。はいはい、来年にね期待してねまた行こうかなって思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイ_70、ジジイは74歳。それとこれ10月の19日、ブルーメの丘でイベントありますのでね、暇な方はぜひ寄ってください。当日は、パリオリンピックの金メダリスト文田健一郎さん、その方ともお会いできます。もちろん武田バーベキューさんとジジイともね。